勉強チャンネル。こんにちは、なこです。今日は私たちの授業にたびたび現れるダンベルトの W 関数についてまとめます。この授業を参照すれば W 関数の基本的な情報を得られるようにします。理解し、使えるようにするのがこの動画の目的です。まずは定義から確認しましょう。ダンベルトの W 関数とは複素数 Z の関数 Fz イコール Z 倍の E の Z 乗に対しての逆関数です。W 関数の他に、オメガ関数や対数積などと呼ばれています。F の逆関数が W なので、F と W の合成関数は口頭写像です。複素数の範囲では、W は任意の引数に対して値を返します。対して、実数の範囲では -E 分の1以上の x に対して Wx が定義されます。重要な性質を話します。上記の F は単者ではないため、W 関数は一般には多価です。同じ F の値に対して複数の引数が挙げられます。だから、その逆関数である W は一つの引数に対して複数の値を返すんです。例えば、-2分の ln2 は、-4分の ln4 に等しいです。F-ln2 イコール F-ln4 なので単者ではないと言えますね。W は多価なので写像とは言えず、関数とは少し違うかもしれませんね。W が多価だと扱いづらいこともあります。特に実数 x に対しては、Wx の値が-1になる点で関数を分けます。-1以上の部分を W0 とし、-1未満の部分を W-1 としました。W0 を W 関数の指示と言います。W 関数は回区間、-E の-1乗、0、乗で2価なのですが、分子を作ることで多価性は解消されます。複素指数関数には周期に πi の周期性があるので、一般の複素数については W の仮数は有限ではありません。W 関数のグラフを見てみましょう。少し小さいですが、赤い曲線が W0 で青い曲線が W-1 のグラフです。小さく書いてある黒い点が W を分ける点ですね。この点で分けるときれいに多価性が解消されます。えらい。実数 x の関数、x 倍の e の x 乗は x が-1超の範囲で急激に増加する関数です。なので逆に、π イコール W0 はとても緩やかに増加します。後で紹介する同関数を見てもわかりますが、W0 は距離単調増加、W-1 は距離単調減少の関数です。同じ関数から生まれたはずなのに真逆のような振る舞いをして面白いですね。性質の続き。次は特殊な値を教えます。まずは自明なものから。これらは、引数が簡単に x 倍の e の x 乗の形に表せるので値が即座にわかります。続いてこちら。任意の自然数 n に対して成り立つことです。虚数単位 i が指数関数と n を使って表せることから、この関係がわかります。W は多価なので当然これ以外の値も取ります。最後にこれです。同関数の表現によっては0の微分定数が定義できないこともありますが、実際は1です。これは間接的に x 分の Wx の x が0に近づく時の極限の収束も表していますね。どっちが先なのかと言われると逆だと思いますが、次は W 関数についての口頭式を紹介します。指数関数に合成した場合と対数関数に合成した場合の関係ですね。どちらも W 関数がうちにある関係だけで、その逆は特に何も言えません。合成した関数は関数の合成なしで表現できるわけですね。軽く導出を見せましょう。E の Wx 乗は分母に1を持つ分数とみなし、分母と分子に Wx をかけます。定義から右辺の分子は x に等しいと言えるので、上記の等式が導けます。もう一つは今導いた関係を利用して導出します。両辺に対数関数を適用しましょう。これを整理すると目的の関係が得られます。W 関数の同関数と電子関数を見ましょう。微分したり積分したり。
同関数を見てみると、x イコール0、元記の値が1になることがわかりますね。同関数から求めましょう。wxy と置きます。W 関数の定義から、x について解くことができますね。両辺を微分しましょう。y が-1でないとして、dydx について解きます。定義に従って右辺を x の式に戻しましょう。y は w 関数なので、これで w の同関数を得ることができたと言えますね。y イコール-1、すなわち x イコール-e の-1乗だと、上から3両目の式の dy が消失するので、この時は y の増加量を計算することができません。ゼロ序算が起こるから、とは違うアプローチでも微分できない点を見つけることができましたね。本質的には同じことですが。続いて原子関数を求めましょう。w の原子関数は直接的には分からず、かといって非積分関数を変形させることも困難です。なので、部分積分を用いての計算を試みます。w の同関数は分かるので、w を微分側に dx を積分側にして操作を実行します。wx を別の文字で置換してみます。残った g の積分は即座に値が分かる形ですね。助かりました。置換を戻せば原子関数が得られます。やったー！次に w を x で割った時の0への極限を見てみましょう。事前に述べた通り、値は1に収束します。左辺の wx を別の文字で置き換えてみると分かります。使ってみよう。w 関数を用いて回答できる問題の例です。問題。次の等式を満たす実数 x をすべて答えよ。x の x 分の1乗イコール a。ただし、a は正の実数です。こんな関数のグラフの交点を見つける問題とも言えますね。回答を見せます。はじめに、a が正であることに注意しつつ両辺の対数を取ります。両辺を-1倍し、左辺の分母の x を指数関数で表します。すると、左辺が u 倍の e の u 乗の形になりました。右辺には x の文字はありません。ここで、両辺の対数積を取りましょう。w 関数です。あとは簡単にわかる形なので、x について解きましょう。式変形の途中では言及しませんでしたが、有効な a の範囲を調べます。実数の範囲では wz は、z 大なりイコール-e の-1乗で定義されるのでした。すなわち、ここでは、-lna 大なりイコール-e の-1乗である必要があります。これは a が e の e の-1乗乗以下であることと同値ですね。以上から、与えられた等式を満たす x は、0小なり a 小なりイコール e の e の-1乗乗で存在し、それ以外の範囲においては存在しないと言えます。値は先ほど求めた通りです。発展編。関数 w の種子 w0 をべき級数展開しましょう。べき級数展開といえばテイラー展開をしたいところですが、w の一般の高自動関数を得ることは楽ではありません。ここで、ラグランジュの反転定理を利用します。ある関数 f が点 α で解析的で、その点における微分係数が0でないとします。この時、f の逆関数 f インバースをこのようなべき級数で表すことができます。テイラー展開を逆に解いて、と書いてあるのを見かけたのですが、私はまだその意味を理解しきれていません。この定理に従うと、w0 を点0付近でこのように表せます。ダランベールの収束判定法によると、この級数の収束半径は e の-1乗です。展開された級数を見てみると、確かに逆案があるような気がします。証明しましょう。関数 f をこのように定義します。f は点0の周りでべき級数で表せますね。指数関数の展開の過程は省略します。有名かつ簡単すぎるので。で、このべき級数で表せるというのが、解析的の意です。詳しくは解析関数について調べてみてください。そして、f の点0における微分係数は1なので、もちろん0には一致しません。fz 分の z の n 乗の n 自動関数を見てみましょう。知っての通り、
指数が定数倍された指数関数の高自動関数なので、その値はすぐにわかりますね。z が0に近づく時の極限も即座にわかります。以上のことと f が w0 の逆関数であることから、ラグランジュの反転定理を用いて結論を得ます。w0 の整数や複素数のべき乗は同様にしてべき級数で表せるようです。使わなそうなので省略します。今日の授業はここまでにします。私のお話が面白かったら、動画の高評価やチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それとニコニコ動画から視聴してくださる方へ。動画をなかなか投稿できなくて申し訳ありません。いつもいいねよポツコメントをありがとうございます。ユーザーレベルが18以上になり次第、YouTube と同じようにして、動画を投稿するようにします。投稿時刻が設定できないとどうしても後出しになってしまいますので。つい最近、YouTube ではチャンネル登録者が1000人を超えました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ニコニコ動画でもファンがついてくれると嬉しいです。頑張ります。では、今日はこの辺りで、さようなら。